Hi guys! It's Second Brain とまたはるかでパート1のこの間の動画見てくれた方は分かると思うんですけども、今回はパート2ということでまたベビーシッターのオペアについてちょっとまた詳しくはるかにいろいろ質問をしてみようかなと思います。詳しくちょっとパート2の方がちょっと濃いめでいけたらいいなと思います。いけるかなじゃあオペアの一日の流れ、まずどんな感じかを話してもらっていい？私の家は結構、ちょっと他のうちと違うかもしれないけど、朝はお父さんとお母さんが子供たちのお世話をしてくれて、でもまあ起きてくるの遅い日とか休日の日とか私がするときは朝ごはんの準備で子供たちにご飯食べてもらって、で後片付けとかしたり一緒に遊んだり、まあ、遊ぶといっても何をあれだろう要求されるかにもよると思うけど、日本語を教えるお家もあるだろうし、私のお家は工作とかクリエイティブさをすごく求められるから、工作の準備ちょっと前にしといて一緒に工作したりとか、折り紙とか？折り紙もしたりするし、おもちゃいっぱいあるからおもちゃで一緒に遊んだりとか、でもやっぱり安全なように見てでお昼ご飯を作って一緒に食べたりして、で子供たちお昼寝がいる赤ちゃんがいたらお昼寝さしてもらって、学校がある次の日ある時だったらお弁当を作ったりとか、でも食べた後は絶対子供たちが何かに熱中してくれてたら、その間に子供たちが食べた片付けバーって回したりとかするし。どんなものを作るの？なんか日本よりすごくシンプルなものが多いイメージ。パンとかサンドイッチとかとカットしたチーズ、カットした野菜。うちの子たちはすごい好き嫌いが激しいピッキーズなのでピッキーズなのでそう野菜は食べないけど、他のうちの子はブロッコリーとか人参とかそういう茹でた野菜とかも食べてもらったし、日本食食べれる子たちだったらおにぎりとか、日本食とかも作っていいんだろうけど、まあでもやっぱりもう遊ぶというか、まあ、外に出かけたりもするし、お散歩をしたりとか外でピクニックしたりとかもするし、学校行ってる人だったらスクールバス帰ってきたらお迎えに行ったりとか。基本的にはるかがその一日の流れを決めれる感じ？なんか今日はじゃあ外行ってとか、なんか自由にそこの時間はできたりする？というよりかは、なんか子供たちがしたいことに沿ってあげるっていう、うちの家だけかもしれないけど感じ。外行きたいって言ったら外行こうかとか、でもまあ今日天気がいいなって思ったら外一緒に行こうかって言ったりも、いろんな提案もするけど、今日はこれするとか、でもそれしたくないっていう時もあるし、逆に子供たちが何かしたいっていう時があったらそれを一緒にする。大体の流れはお母さんとかホストファミリーが決めてると思うけど。じゃあ一日労働時間は私の家は日によって違うけど、子供たちが週に2人子供見てて、で、まあ、2歳の子が週に3回幼稚園行ってて、週に2回は家にいるから、幼稚園行ってる日はお昼までは何もなくて、でお昼から子供たちの迎え、お弁当作り、一緒にお手伝いとか始まるけど、朝からの日はもう全部の一日の流れを通してするっていう感じで、だから労働時間は5時間、子供たちが幼稚園行ってる日は5時間、そうじゃない日は9時間かな。そう7時半の日は5時半まで。じゃあ決まってるんだ。結構その通りになるとなるけど、なんかやっぱり家族との円滑に物事を進めるためという関係をうまくいきたいから、やっぱり終わってからもちょっとお母さんと喋ったりとか、お片付けもちょっとしたりとか。住み込みってところがね、やっぱりちょっと難しいよね。なんか仕事はい終わりでパッて上に行けないじゃん。終わったからどうすればいいの？そう、なんかもう終わっていいのみたいな感じの時もあるし、お母さんが仕事早く終わって来
た時にまだ仕事の時間終わってないけどもうお母さん子供たちと遊び始めたからもうすることないけどどうしようここにいた方がいいのか仕事終わってるのか終わってないのかよくわかんない。ちゃんとしてほしいんですそうなんか難しいねそうそれこれもう言っていいのかなみたいな感じとかもあるし難しいな。そうでもあっちもなんかオペアにすること以上のことを送り迎えたりとかしてくれたりするからその分こっちもなんかしてあげなきゃみたいなね。オペアのいいところと悪いところって何？でもやっぱり普通に留学したいと思ってる人もいっぱいいると思うんだけど普通に留学したらすごくお金かかっちゃうから多分それがエージェントに登録するお金とかだけでいける航空券も出るしだから安く行けるっていうことは多分大きい現実的な問題では大きいのかな。大体いくら30万円ぐらいかな。安いよねでも1年間で考えたら30万円でなんか全部込みでしょそう飛行機代とか。そうまあ帰りの飛行機代は1年間終わった人だけもらえるけどそうお給料というかお小遣いも出るからまあ安いよね。なんかそれ込みでビザもでしょビザも込みで1年間分の、そう安いかね、まあ学校よりは全然安い学校に留学するよりかは全然いいかもね、あとそうオペアになったら1年間で6単位取らないといけないんだけどそのどの授業を取るかにもよるけどその授業も500ドルまで負担してもらえるっていうのがある。結構でかいね。いいところはでも旅行とかと違ってホームステイできるっていうことかな。ホームステイできるからもっとアメリカの家族のこととか知れるしもう家庭によって全然違うと思うけどそう子供が好きだったらやっぱりいいと思う、なんかいろんなイベント子供に関するイベントとかも子供たちと一緒にしたりできるしかないいところはすごいね。でも30万円でいろいろできて含まれててさ、で海外にも行けてなんか文化にも触れて、でなんか結構ねアクティブな人だったらさ毎日いろんなオペアの仕事が終わった後になんかちょっと遊びに行ったりとかできるわけじゃん。そうね。それ結構でかいね。そうじゃあ悪いところでもやっぱり住み込みで働いてるということは24時間気は使うかな。同じ部屋にいるってのが大変だよね、仕事場に24時間いるってのがちょっと辛いかもね。結構オペアを雇うお家はお金持ちのところが多いから大きいお家が多いと思うけど、私のお家はまあそんなにめっちゃ大きいわけじゃないけど大きいかとしてもやっぱり休日も子供たちの声も聞こえてくるしやっぱりご飯とか一緒に食べた方がいいかなって思って食べてる時はやっぱちょっとだけやっぱなんか気使う。みんな食べ終わるまで待とうかなとか。オンオフの切り替え難しそうじゃない？ご飯食べてる時とかもやっぱり片付けとかしたくなっちゃう、労働時間終わっててもさ。終わってても絶対もうでもそれはした方がいいよなと思ってする。難しいな。難しいな。住み込みだからね。そう子供たちがパッて部屋に入ってきたりするし可愛いけど、可愛いめっちゃ可愛いけどね。悪いところはなんだろう、でもやっぱりちょっとお母さんとかとうまくいかない時がしんどいかな、し子供たちもやっぱりすごい日本の子供よりすごいどうでしょうかフレンさん。そうじゃない。本当にフリーダムでめっちゃフリーダムなところがいいなって思うけど元気すぎるから、し私の場合は日本語しか喋っちゃいけない子供にはって言われてるから余計難しい。なんか言語が通じないのもイライラするよねでも。悪いとこそのぐらいかな。あとご飯が美味しくないっていうのも聞いたことある。場所によって、実際どう？私のお家は美味しい。美味しい。たまに日本食も出てくるし、そういいね。お米もあるし。じゃあ最後にじゃあこれからオペアやろうと思ってる子たちにこれはした方がいいよとか、なんかあればある？でも時間があるんだったらやっぱりファミリー参加しはすごい自分が納得いくまでした方が
いいかなと思います。もう家族が一番大事。あと行く場所も自分が都会が好きかとか田舎が好き、自然が多いところが好きとかすごい大事だと思う。その自由時間自分が何するかっていうのはその場所によってできることとできないことが変わってくるし、日本人が多い地域、日本人が全然いない地域とかもあるから、そこはもう自分に合ったところを探し続けた方がいいって感じかな。そう思います。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。でパート1と一緒でパート2の動画にももし気になること、はるかに質問があったらぜひコメントを動画に残してください。あとははるかのインスタグラムの方も貼っとくので、もしコメントとか質問があったらそこにもぜひしてみてください。はるかが答えるかもしれないです。はい、かもしれない。返事はマイペースですでもフォローしてくれたりメッセージくれたらすごい嬉しくて読んでます。じゃあこの動画面白いと思ったら高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。